こんにちは。パート12、始まりました。前回のディチューンで問題が解決できたので、今回はキャブとマフラーを取り付けていきます。給排気の難しいところは、デザインパーツ的な面と、パフォーマンスパーツとしての面を両方持った改造エリアというところかなと思います。デザインを優先すれば性能が、性能を優先すればデザインが悪くなるのパターンになりがち。このバイクにしても、どのレベルで収められるかのバランスが大事かなと思います。狙うべき理想は、元からそうだったとしか思えない収まりの見た目、その枠内で最高の性能。その辺はぼちぼち時間をかけて、落としどころを見つければいいかなと思います。そろそろ作業に移ります。これが今回使用するキャブレターです。もともと車両に装着されていたもので、微妙にビッグキャブなので再利用します。PC20 にしか見えない外観ですが、刻印は PC05F。PC18 という PC20 の兄弟キャブと同型で、6V 株系最強エンジンの CD90A の純正キャブです。口径が違うので、スロットルバルブは専用ですが、基本的に PC20 と同型で部品の互換性があります。性能的アドバンテージは全くありませんが、最近はめったに見かけない珍品だったりします。どんな状態かもわからないので、とりあえず分解してチェックしてみます。おー、これめっちゃ綺麗だー。素晴らしい。こんだけ古いキャブでここまで中が綺麗なものは見たことないかも。こんな感じのを予想してただけにびっくり。この感じだと大丈夫そうですが、一応スロットルバルブも見ておきます。問題ないですね。ジェットニードルも何もしなくて大丈夫そう。腐食もカーボンもついてないし、エンジンとは全然状態が違います。保管時に、ちゃんとガソリンが抜いてあったのでしょう。フレームの赤色が綺麗に残っていたことからも、雨ざらしではなかったのでは？続いて、メインジェットホルダー、スロージェットも外してみておきます。PC20 系のニードルジェットは、圧入に近いはめ合いなので、ジグも作りましたが変形を嫌って今回は外しません。多少汚れていますが、詰まりもなく、この程度であればパーツクリーナーで軽く洗うだけで十分でしょう。ジェットの番手は、メインが82番、スローが35番のものがついていました。純正のままですかね？セッティングは、走ってみないとなんともわからないので、とりあえず何もせず組み直します。ただし、1箇所だけ変更しておきます。この部品、PC20 系のフロートカバーは気に入らないので交換です。交換する理由がこれです。設計が悪く、緩めたドレンのところからポタポタと、ガソリンが垂れてくる仕様が気に入りません。垂れたガソリンの先にはエンジンがあって汚れるし、塗装が甘いと剥げたりしていいことなし。ガソリンを抜くたびに、周囲に撒き散らす仕様ではかなり辛いので交換です。こちらの部品に交換します。台湾景品、PC18 のフロートカバーです。ドレン周りの形状が違うのがわかりますかね？台湾景品の方は、ちゃんとホースから排出されます。私もたまたま持ってるだけで、一般的には流通していない部品だからか、需要がニッチすぎるからか、よそさんのサイトや動画で紹介されてるのは見たことないです。もしやネット発情報？
キャブボディも半端ではありますが、磨きを入れてピカッとさせておきました。粗くても、ちょっと光らせるだけでスペシャルに見えるものです。インテークマニホールドはこれを使います。CD90A のノーマルパーツです。内径 φ20 のストレートタイプで形状もいい感じです。あまり重視されにくいのですが、インマニもパフォーマンスパーツの一つです。単にキャブとヘッドをつなぐだけの部品ではなく、形状によってかなりエンジン特性が変わります。R や長さ、太さ、テーパーの有無等様々です。傾向として、短いストレートマには高回転、長いテーパーマには低回転が得意と言われています。過去試した中で、遠心クラッチの下部エンジンに短すぎるマには、中間トルクが薄く、あまり合わないかなという印象です。今回のは長めですが、太めのストレートで、R も緩いため、中高速域重視ではないかと推測しています。ということで、いい感じのエンマニなんじゃないかなとか思ってます。パワフィルやファンネルは論外なので、エアクリはノーマルを続投です。こんなのがフレームに収まってます。パワー面でも、エアクリ有用の方が、出力稼げるのではないかと考えてます。CD90 になるとこういう形状のようです。形状や吸気ルート、容量的にもだいぶ効率いい感じなので、いずれ有用するかもしれません。ダクト変えて、3D プリンターでファンネル入れて、と妄想膨らみます。吸気構成はこんな感じです。あとは組むのみ。いい感じ。次はカスタムの花形、マフラーちゃんです。いにしえの株乗り、便利乗り、なら一度は耳にするであろうカスタムショップ、マイウェイのものです。便利用ではなく、株90用のマフラーで、フルステンレスです。レギュラー商品ではなく、別注製作されたもので、10本製作のうちの1本。
結構珍品だったりします。株90と、ベンリー50では、エンジンマウントの角度、シリンダー長が違うため、当然、ボン付けできません。こんな風に、スイングアームピボット部の穴位置が合いません。ベンリーの場合、株系と比較して、エンジンが上を向く形でマウントされているため、横方向だけでなく、縦方向もずらさないとキックと干渉してしまいます。同じ株系でも、シリーズが違えば色々違いますね。貴重なオリジナルを切り刻むのはめっちゃ嫌なんですが、加工するしかありません。まず、大体の位置にマジックでマーキングします。マーキングしたところ、これくらいカットしないといけないようです。ただ、このまま拡大したとしても、肉厚が足りず、ナットをかける空間が確保できません。仕方ないので、補強として立っているリブ部分を切り開いて平面を稼ごうと思います。さあ、腹くくって切り刻んだろかい。これくらいカットしました。切り込み入れたところを掴んで開いていきます。あとはハンマーでバッチンやります。ステンは硬いので会社の工具で穴開けしました。加工完了。これでボルトが通るようになりました。しかし、もう一手間必要そうです。このまま締め込むと、バックステップとマフラーががっつり当たります。カラーを入れるにしても、ナットのかかりしろが足りず、半端な位置にいます。その対策として、M10 の六角スペーサーを挟んで対処することにしました。こんな感じです。ただこのままでは、マフラーが外側に出過ぎているのと、スイングアーム側にかなり厚めのカラーが必要になります。そこで、スイングアームピボットに使用しているシャフトをやや長い両軸タイプからやや短いノーマルに交換することで対応します。長さが違うのが見えますか？
なんとか取り付けできました。微妙にまだ、外に出過ぎかもしれないですが、シートとタンクがつけば、バランス取れてくるのでは、と思います。それでもダメならシャフト切り詰めます。もうマフラー切っちゃったし、維持でも使う。パート12はここまでです。PC18 キャブと、マイウェイのステンレスマフラー、を取り付けました。どっちも割と珍品です。どんな乗り味になるのか、どんな音が出るのか今から楽しみです。見た目も、違和感なく収まっていい感じじゃないですかね。太めのサイレンサーが、4ミニらしくちょっとデフォルメ効いてる感じで、悪くないバランスなんじゃないかなと。いや、ええんちゃう？これ。ちなみに、今で半分くらいの出来じゃないかな、と思います。次回以降はキャブがついたので、ワイヤー関係をやっていこうと思ってます。あれこれ変えているので、ノーマルの部品が合わない、とかで時間はかかりますが、ぼちぼちやっていきます。赤く、細く、色気あるカフェレーサーを。それでは、